アイ日誌アワー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。アイ日誌アワーでございます。はい。では今日も一日お疲れ様でした。はい。はい。日誌見てください。私のこの新しい髪型。美容院行ってきましたね。今日は美容院行ってきたんです。はい。そう今日はねこの美容院のお話をね、はい、しようと思うんですけれども、親ちょっとサムネ間違えたかなって思われるかもしれないですけど、ちゃんとサムネのお話につながっていきますのでご安心ください。はい。私ですね、この場所に住むようになって4年が経つんですけれども、この4年間ですね、ずーっと悩んでたことが一つありまして、はい、それはね行きつけの美容院が決まらないということだったんですよ。で神戸に住んでいた頃はこの前にね、お世話になってた美容院はもう10年以上のお付き合いで、もうずーっと信頼して通い続けてた美容院さんだったんですよ。ところが今のこの場所に引っ越してきて、やっぱりちょっと神戸遠くなっちゃったんで、だからちょっとそこに通い続けるっていうのは無理があるなと思って、で地元で探そうと思って。いろんな美容院ね行ってきたんですけど、とにかく決め手にかけるっていうところで、お気に入りの美容院が見つからないままに、もういろんな美容院をもうジプシーのように転々としてたんですよ。でそんなことあんまりしたくないから早く行きつけを見つけたかったんだけど、なかなかね私そんなに正直その美容師さんの腕っていうところに関しては、こだわりないんですよ正直。というのは西よく知ってると思うんですけど、私結構自分の髪の毛で遊ぶの好きでしょ。そうね。そう自分でスタイリングもするし、なんやったら自分で髪も染めるし、髪の毛はそもそも伸びるもんなんで。いいですね。ちょっと西にはセンシティブな話なんですけれども、髪の毛ってやっぱ自然に伸びてくるものなので。ですよね。自然に伸びてくるものなんで。私も一昔前まではそうでした。みちゃん。センシティブなお話でなんですけれども。だから別に上手にカットをしてもらおうが、結局はその後その本人がどれだけメンテナンスとかできるかっていうことがの方が重要だろうなってね、自分でケアしたりとかねっていうふうに思うんで、私正直技術的なことは大抵どこもうまい感じでやってくれるやろって思ってるんで、そんなにこだわってないんだけど、じゃあなんでこんなにねお気に入りが見つからないのかな。なんかいろいろ言ったわね。そうなのよ。ここ行ったけどどうのこうの。そうそう。あそこ行ってはどうのこうの。どうのこうの。なんか雰囲気が暗いだの明るいだの。そうなんかいろいろあったわね。でそのまさに今ニッシーが言った雰囲気、私が多分最も重要視するのは居心地なんですね。そうなんですそうなんです。でそういう意味ではあんまりねそのなんていうのかな、私と基本的に相性の合う美容師さんとの出会いがこの4年間なかった。そうね。私がその美容院に求めてるのはまずは居心地で、その次は立地っていうかね、どちらかというと駐車場のあるなしとか止めやすいか止めにくいかっていうので、結構こうなんていうのかな、マンションの1階部分が店舗でやってる美容師さんと美容室とかって駐車場あってもめっちゃ止めにくかったりするんですよ。そうね。で止めれても2台や3台。そうもう他の車止まってたりとか砂利中だったりとかめちゃくちゃ狭いとか、そんなんでねちょっとってなんかそういうところがなんかネックになって、なかなかこうなんていうのかな、リピートできないところがあったんですけど、今日ついにもうここやなって思うところに行けたような気がします。あ、そうですか。それはなぜなのかっていう話なんですけどね。はい、で今日行ったお店に関しては実は過去にも何回か行ってて、過去2回行ったんかな。でねその過去2回の印象としては、いいんだけどな、やっぱりちょっとなって思うところがあったんですよ。そのちょっとなっていうのはどういう理由で？めっちゃ癖強なんですよその美容室。癖強っていうのは店員さんの対応がそこもです。強い。まずはね女性の方聞かれたら絶対驚くと思うんですけど、そこの美容院スタッフ全員男性なんですよ。一人も女性がいないの。でね男性多めのサロンっていうのは結構多いんですけれども、絶対そのアシスタントに女性がいるとか、受付に女性がいるとか、絶対ね女性を一人は置いてるところある。今までね私が行ってきたところは少なくともそうだったんですよ。全員男性っていうことはなかったんだけど、そこ全員男性っていうことと、で全体的に結構ねやんちゃな感じの男の子が多いのよ、男性美容師さんでも。だからちょっとパッと
と見た時に、私も初めてそのお店行った時の、もうそのいる美容師さんたち見た時に、うわーすごいあんちゃんばっかりやなみたいな、ちょっとこんな感じになったのよ。けれども実際に施術してもらうっていうか、コミュニケーション取ってみると、すごく人懐っこくって、お話が面白くって元気な子たちだなっていう印象を持ったんです。だからやっぱり見た目でね、人判断したらあかんなって、やっぱ彼らも接客業なんで、そこはすごく上手にやるなっていうふうに思ったんだけれども、やっぱりなんていうのかな、入った時のその雰囲気がって最初はやっぱりちょっとねびっくりしたっていうのが、それはありますね。そうあったんですよ。であとね、シャンプーがあんまり上手じゃないっていうのと、この2つが私にとってネックだったんです。けれどもそこのお店はこの自宅から非常に近い。なんだったら車使わなくても、今日も歩いて行ってきたんだけど、あんまり天気もねカンカン照りじゃなかったから行けるわ思って、で歩いて行ける場所だし、ちょっとね他店に比べてねカラーが安いんですよ。でそういうのですごく経済的で、今日はカラー入れたいなっていうのがあったんで、もうそこ行こうっても近くやしって早く帰ってきたかったから、っていうんで行ったんだけど、やっぱり行くと思うのが、もうその男の子たちがやっぱものすごい元気やね。で私朝一番にいつも入れていくんだけれども、もう朝一番からとっても元気がよくって、笑顔で、でね、なんていうのかな、おしゃべりする内容もめっちゃしょうもないことばっかりしゃべるんだけど、でもね、なんかそのどうでもええ話、世間話がめっちゃ楽しくって、でもう一つ、ここでサムネのタイトル回収なんですけれども、ここの美容師さんたち、男の子たち、揃いも揃ってイケボなんです。イケボそうなんです。面ではなくてイケボなんです。ああ、いい声でね、低音のそれもバリエーション豊かでね、みんなそれぞれに魅力的な声を持ってる。でその全員に共通して言えるのが、声がとても大きい、大きくてハキハキしてるっていうことと、明るいっていうことです。特にスタイリストさんがね、私を担当してくれるスタイリストさん、若い男の子ですけれども、20代後半ぐらいかな、なんだけれどもめっちゃいい声。ほんまになんかアニメの声優さんの主人公をやれそうな感じの、線の細いね、ちょっとテノール系ですね。テノール系で爽やかな感じの声なんですよ。でね、やっぱりこう他のお客さんと喋ってるのを聞いてても、心地よく感じられるぐらい、本当にね、イケボで溢れてるんですよ、空間が。心地よい BGM みたいなね。でね、そのお店ね BGM 流してないのよ。流してなくて、ほんまにその方たちの彼らの声だけ、イケボの声が BGM になってる。心地いい。心地いいのよ。いや本当にね、私はミニッシュはよく知ってると思うんですけれども、声ってものすごく重要視してて、だから例えば人と話してても、あの人いい声よねとかよく言うでしょ、私たち2人で。割とニッシーもそういうこと言うタイプなんだけれども、であれじゃないの、YouTube でさ、そうその話したかったね。ゲーム実況っていうのありますよね。でね、すごく有名な YouTuber さんのね、ゲーム実況の声がいいってね、めっちゃ声がいい、すごい低音でそうもう声優さん並みの声の良さなんですよ。ですっごく面白いしね、面白い言ってる内容もね、とっても面白い。すごく個性的だよね、声は。めっちゃ個性的です、本当にね。ゲーム実況ご覧になられる方だって絶対ご存知だと思うんですけど、ツーブロさんっていう方を私チャンネル登録しててしょっちゅう見てるんですけれども、しょっちゅう見てます私ね、YouTube はほとんど海外の YouTube ばっかり見るんです。私英語の YouTube、日本語の YouTube ってそんなに見ないんだけれども、その中でもほんま例外的に見てるのがそのツーブロさんなんですけど、めっちゃいい声で、ゲーム実況自体も面白いんだけれども、彼らの声聞いてるだけでもものすごく空気清浄作用があるんですよ。本当にね。だから私の楽しみ方は、もちろん時間のある時はちゃんと画面も見るんだけど、ゲームのそのもののね、もう見るんだけれども、もし最悪なしでも彼らがワイワイ喋ってる声を家の中で流してるだけでめっちゃ気分いいんですよ。だからラジオ聞いたりするのと同じような感じで、そうですそうです。だから例えばアニメとかを見ても、私すごい声優さんの話するでしょ、この人何々さんやなってパッて声聞いて声優さんの名前当てたりする。そういうし、この人はねって語るわけよね。その声優さんのことをね、線の細いなんというかね、とっても繊細な役をこの人はうまいわって言ってね。そうということでね、私はねとにかく声に対してものすごくこだわりがあるっていうことを今日思い出したんですよ、その美容院行った時に。そうなんです。例えば私と
喋ってなくても、他のお客さんと喋ってる声さえも BGM として心地よく聞けるっていうのは、なかなかこんな空間ないなと思ったんですよ。なるほどね。だからそのシャンプーが多少下手だろうとね、見た目がねちょっとやんちゃだろうとね、すっごく楽しく心地よく過ごせるんで、やっぱり次からもここ来ようって思ったんです。そうね、それはいいよね。そうそうでね、だからそう思った時に私も結構それまでちょっとガード硬かったんだけど、もういいやって感じでほんまにこんな感じでパーンとオープンになれた。ほんでいつもの調子で物申すトークしたんですよ。何に対して物申す？カリスマ美容師に対してちょっと物申したんですよ。20年ぐらい前かな。カリスマ美容師っていうのがブームになったことあったでしょ。もうあれ自体にちょっと違和感感じてるっていう話をちょっと笑いをも交えてその男の子たちとしたら、ものすごくその男の子たちがハマって、もうその話もっと聞かせてくださいみたいな感じになって、でもう私のカットもカラーも終わってるんですよ。終わってるのに席立たしてくれないで、男の子たち15でずっと立ってもっと聞きたいわみたいな感じで、そんなもっと物申してくださいみたいなみたいな感じになんかすごく仲良くなれてね、自分がこうオープンになれたからね、だから今度からもうここに行こうっていうふうに。いやでもね本当に苦節用の美容院でそのアシスタントの男の子に至ってはすごいのよ、タトゥーが。もうねこの首のこの辺にブワーって入ってて、だから線の細いなんかこうシャイなでちょっと茶髪にしておしゃれなっていう若者じゃないじゃないだから本当にヤンキーとか本当アウトローなね世界にいることを勘違いしてしまう見た目なの。髪の毛も金髪っていうかなんていうシルバーっぽい黄色っぽいみたいな、もうがっつりいってるし、でもう本当にねこの首のこのね入れ墨が東京リベンジャーズ覚えてますか？東京リベンジャーズのねドラケンっていう多分もうキャラクター忘れたとここにポンって出しておきますけど、ドラケンみたいな入れ墨入れてる子いるんですよ。なるほどね。もうだからそれはね怖がられるわと思って。で最近は入れ墨入れてる子多いもんね。そう全然ね、結構銭湯とかでも OK のとこ出てきたらしいですよ。そりゃそうやなと思うわ。ファッションで入れる子もいるからね。そうね。そうそんなことも今日話しながらね、なんかすごいアウトローなね、こう歩いてる姿とかもちょっと怖かったですよ。ちょっとこうダラダラって歩く感じとかがほんまパッと見た時怖くって、だからねお客さんも今日行った時ようよう見たら私以外のお客さんみんな20代ぐらいの若い子ばっかりやった。男の人も来てたけれども、男の人のカットもやってるから。私ぐらいの年齢とかもっと上の女性とかになってくると多分いやここはって思って行かないんじゃないかなっていうぐらいの、やっぱ開けた時の異世界ぶりっていうんかな私ちょっとここなんやろみたいなどこに来たんかなみたいなね雰囲気になるんだけど、でも話してみるとすっごく楽しいし面白いし、そう人懐っこくってね、でね結構緩むと彼らタメ口になる。ああなるほどね。今の子やね。そうタメ口になるけど、でもなんか私はねあんまりそこ抵抗感なくて、タメ口できたこっちもタメ口でポーン返すし、すごく楽しくやり取りができたんで、今日はねもうここで決めたと、ああいうふうに思ったっていうことと、その決め手はイケボであったっていうことですね。私ねここ私の隣にもイケボがおりますけれども、だからちょっと気持ち悪いこと言うようですけれども、私ね初めて西の歌声聞いた時に魔法だなって思ったんですよ。魔法、こんな声いたんだ。歌う声ね。歌の声ね。そう喋ってる声と歌声と結構西違うから喋ってる時は別にあんまり何度も感じなかったんだけれども、歌った時に初めて生でね西の声聞いた時にもう魔法みたいな声持ってる人だなって私は思ったんですよ。だから私はこの自分の空間というか自分の周りをイケボで埋め尽くしたいんで。もうそれがね本当に私元気でいられるっていうかね、ストレスフリーでいられるなんか大きな要因じゃないかななんていうふうに、耳から入ってくるものってやっぱり重要だなっていうふうに思うし、なんかあるんでしょこう何ヘルツとかっていうのがね、なんかねありますよね。あるんですよね。でなんか倍音持ってるとか言われたことあるって言って。私は倍音があるとかなんか言われましたよね。そうですよね。だからなんか声の美しさっていうのは可視化できなくって結構主観的なものかもしれないけど、なんかちょっと測定してみたいな。
っていうのをねちょっと思ったりするんですけれどもね、本当にね声っていうのは軽視しがちかもしれないけれども、私はねイケメン顔とかの造形とかよりもずっと大事だと思ってて、声っていうのは一生もんですからね。思いますね、声は。まあ声はね多少低くはなりますけれども基本的には変わらないっていうのがね、そうもちろんどんな言葉を喋るかとか、っていうことも込みなんだけれども、今日の彼らは本当に元気もらえるし、いいとこ見つけましたね。そうですね。そう3回目のねにしてやっとここだというふうに思いました。私にとってはねもう本当にイケボっていうのはね、神様からもらったプレゼントじゃないかなっていうふうにね、どんな職業の人もね別にそういう前に立つ人とかね、声優さんとかアナウンサーとかね、それこそミュージカル立つ方とかね、歌手とか俳優とかそういう人じゃなかったとしても、やっぱり声のいい人っていうのはねいいですよね、すごく魅力的だと思うっていうお話を今日はしたかった。はい、よろしいですか。はい、よろしいです。今日は私ばっかり喋りましたけれども。いいですよ、それね。そうですか。ミルクちゃんもほら俺急いできましたよ。はい、というわけでまた次回も見てくださいね。はい、愛でした。西でした。アイアンド西でした。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイアンドニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。